こんにちは。グラデーションカラーが素敵な毛糸をゲットしたので、それを使って半袖のセーターを編んでみました。この動画はパート3で、襟部分と袖部分を編んで完成までの動画になってます。33段目に今入るんですが、ここでもう一回、直したバージョンのこれのまま、減らし目をして、でその慣らしとして34段までやって、そこで終わりにしようかなと思います。だいぶねこうキュキュってなってきてよかったです。であと2段増えますけど、だいたい模様から4センチぐらい進んだ感じですね。なので5センチぐらい進むのかなになると思います。やっぱりね、最初42センチにしたんですけど、設定を肩こり持ちなんですよ私で。首が常に前に出てるから、そっちがね治れば多少いいのかもしれないんですけど、なので首の詰まった服着てると気持ち悪くなっちゃうんですよね。首が前に出てるから、この前にね多分この前の襟元が突っかかってだんだん苦しくなるんだと思うんですよ。で気持ち悪くなっちゃうので、襟ぐり広めが好きです。なので襟ぐりが狭まることへの恐怖があってついついね広めに設定しちゃうんですけど、着てみたら広かったっていう感じでした。で、今108目、なんかいい感じの数字だったんですが、もう18目減らし目をするので、90目にします。だいぶ減ってきましたね、そうなると。で90目は今度はもう4つ上げて1個4つ上げて1個っていう感じになりますね。目数的には6目に1回減らし目をしていく。で4目2目を1目4目2目を1目っていう感じでやって、1回目1目だけしようかなと思いますので、いやでも目数が減ってきていいこととしては1周が早くなりましたね。で今1目やったので、次の目で減らし目1回2回、また減らし目の段だけ。でも4つだからもう大丈夫かさっきはねさっきというか下の方では8目とか9目とか開けてたから、何目やったっけって数えるの大変だったんですけど、4目しか開かないんでね、4目やったら、で見ればわかるのね、こことここがね減らし目で、今4目やったので123、次で減らし目っていう感じで進んでいこうと思います。でその鳴らしでもう一段やって、すごい格子の音が聞こえる。工事なのかな。そしたら、またお会いしようかなと思います。プラス2段やってね。でこことこの上の部分に再びこの色を復活させて、で完成が近づいてくるっていう感じですね。行ってきます。34段までやってきました。ここでこんなもんかなって思うんですよね。で、後ろ見せるか。後ろがちょっとねこっちがきついのに対してここで急にちょっと余裕があるから変な感じにはなってますが、いいでしょう。ハートはどこだ。ここにハートがきます。もうちょっとこっちでもよかった。で、ちょっとここはねやっぱぴったりしてるからここもうちょっと余裕あってもよかったかなっていう感じはするけど、ここが逆に余裕があります。でここから最後にこれでやっていこうと思うんですが、増やしたことによってやっぱ思ったよりも上がったんですよ。これが本当にこれもうちょっと下でいきたい下でいきたいんですけど、こんな感じでいきたいんですけど、ここがねきつくてこれ以上下に下がらないけど、本当はもうちょっと下にしたい。そうでこの模様が胸のところまで来てほしくって、そうするとこう 1,2 センチこれいけると思うんですよね。のでこれが確か8目だったんですけど、今のところ3目にしようと思ってます。で3目でも1目目ってどうしても潰れちゃうので3目で、ここは一回様子見て控えめにしようかな。最大3目こっちやってみてから考えようと思います。はい、20嘘ばっかり34段までやってきて、でさっき試しに来た動画が挟まれてると思うんですが、これいい感じになったので、この後は
これを使って、襟元を決めて、で襟の様子を見て、このちょっと色の強さを確認したいので、それでこのね袖のあしらいを決めようと思います。人によってはね、全然もうこれでいいっていう人の方が多いと思うんですよね。これ入れるとまた派手になるから。ただもうちょっと派手にしたいっていうねので、ちなみにこれ最終的に90目になってます。これはラウンドで90目。合ってる？合ってる。で90目が、何センチなのかをざっくり測ると37ぐらい。でも今来たのでちょっと伸びたけど、678ぐらいで 3678×2 だから62から6030、嘘だよね、72から76くらいになってます、このラウンドがです。でこれかので一回もうこれ切っちゃって、でこれちなみになんか前っぽくしてますけど、これ後ろ身ごろです。でこれなんかこうなってますけど、本来全然こうです。前後差をつけてないので。で編み方はこれと同じなので、これは普通にやってきてるんだよね。から、ここから普通の編み方、ここを拾う感じでやってみようと思います。でちょっと浮くようだったらまた考えようかなと思うんですが、いける。で記念点というか考えなきゃいけないのは、こっちはまっすぐだったので、1目ずつ拾ってたんですよね。なんですけど、ここはちょっとこういうのがあるから、ちょこちょここういうとこで2目いった方がいいのかなって、この私の苦手分野をやんなきゃいけないんですよね。で、90目なので、90目を考えて、どんなもん？わかんない。1、2、片方編んでみてかな。ここはまっすぐだから1回2回3回ぐらいでキュッていうのやってみようかなとは思ってます。はい。こういうとこってどうするのかな。こういうとこもえげつなくやんなきゃダメか。はい、そういうのも考えて、クリップでマーキングしてでやっていこうと思います。単純計算で感じでクリップをつけてきました。ちなみに90目なので前45、後ろ45にして、45なので割り切れないから、この1目を削って21、22、22にしました。でこれが真ん中の44目目、45なんて言えばいいんだ、真ん中です。22、1目22っていうふうに分けました。でそこから均等に22って21にして777みたいな感じで分けてきました。ここだけ8かな、8、7で8っていう感じかな。そうすると15、7、合いますねにしてます。でどっから編もうかな。一応ここが最初と最後なんですけど、ここから編む必要もないと思うので、目立たないところって言ったらここですよね。でだからここにしようかな。ここから赤の糸をつけてこようかなと思います。では襟のところやっていこうと思います。久しぶりのこの毛糸を出してきました。でちょっといろいろ試してみたんですけど、ここら辺でね、なので微妙にここだけね編み目広がってるんですよね。最初はここと同じ感じにしたいなと思ったんですよ。でもここって先にこっち編んでて、それに対してベージュで、目を取っていくやり方だったので、どうしてもこうならないなっていうのと、こっちはこういう伸びるんですよね。で伸びて構わないんですけど、襟元がこうやって伸びたらなんか変かなと思ったので、この感じになるのは諦めて、普通に、3目でいくことは変わらないんですけど、3目いって、こっちだったら1目1段にしてるんですけど、こっちは広がっててほしい最初からので、なんて言えばいいんだ、1目1段2目かにしようと思ってます。でこのクリップがついてるところはさらにこう伸びたいので3個進むっていう感じにしようと思います。とりあえずやりますね。まず、3目にしたいのに1、2、3目やって、立ち上がり分の1個編んで、なので形としてはここ入れると5目編んでるように見えるかな。でこの2目目から奥の半目左側だけ取って
細編みシングルクロシェしてます。で3目なんであっという間にもう帰ってきて、ちょっとこれは巻き込みたいんですけどややこしいのでやめときます。で1回目からちょっとギュッとしたところにしたいので、このクリップのところはギュッとしていきますね。でもここは今入り口なんで入ってますよね。スタートなんで入ってるので、この次こんなに進んじゃおうかなと思ってます。進みすぎ？とりあえずやってみます。まずスリップスティッチで進みます。1回で2回でもう1回進んじゃいます。3回なので今3目やった後に3目も進んでる。で3目やっちゃったのでもうここは、立ち上がりなしでグッてやって、この全部引き抜き無視して、だから4目目かな、見える目数的には4目目に、奥半目を拾う細編み、芋虫みたいになってますけど、芋虫みたいに拾って、でこっち側は立ち上がりしておきます。でこのね本体をぐんぐん動かすのめんどくさいというか大変なので、こっちに来たらちょっと強引にこれをペッてめくるだけにして、この糸が手前に来た状態で頑張ってこっちを拾おうと思いますので、結構拾いにくくなってると思いますが、これをねこうやってやると人差し指邪魔。これが奥の半目なんですよ。なのでこっから糸が絡んだ1回目2回目3回目、そしたら次のここまでは1個取れてるんじゃないここまではじゃなくて斜め目までは普通に行きたいので、次は2目進むで OK です。でビヨンって伸ばすと今入ってる目がわかると思うので、1回2回でもう一回立ち上がりここはせずに、こっちは立ち上がりしないで統一します。1、2今引き抜き分飛ばして、これは3目目かな、ここにシングルクロシェ3目なんであっという間で、こっちはチェーンして、こっち側これ手前に来ている状態でまた奥の半目を拾って帰ってくる。3目だから早いですね。でここが潰れがちなんですが、3目なので、見失っても見つけやすいと思います。でちょっと待ってね、ちょっとこれ見つけるか。OK。だからもう一回斜めいけるか、もう一回斜めじゃない2目いけるか。ここまで来たら1回目2回目にしよう。で立ち上がりなしでこうか。で1、2飛ばして、ここから3目1回2回3回ピント大丈夫ね。でこっちは立ち上がりしてこっち向けてこっちしか言わないからね、見ていただいて分かっていただけるといいかなと思います。1、2時計回りとか言えばいいのかな。3、そしたらこのクリップのところにもう手を出してたので、ここは3つ進みたいんですよね。なのでクリップの次からなんですけど3目進んでみようと思います。ちょっと一回この辺で様子見ようかな。これでやりすぎだったらちょっと減らせばいいので。で今3目進んだので3目分フル無視して4目目から細編みを3回、奥の半目だけね。はい、こういう感じ。引っ張られすぎどうかな。意外となんだこのちょっとたるんでんの、ちょっとこのたるみが気になるが、意外と大丈夫そう。これはこれで伸びるからな。にしようかな。でここに来たらこの辺りで3目やって、でずっとあとは2目やってっていうのをやっていこうと思うんですよ。でこれ真ん中マークなのでこれはあんま意味なくって、この通常クリップの周辺で通常2目しか進まないところ3目スリップスティッチを仕込むっていうのをやって、
ここまで一回やってみようと思います。幅もこんなもんでいいかなと思うんですよね。行ってきます。前身ごろのこの襟の部分をガーッとやってきました。繰り返しですけど、この近辺マークをね、これ端っこで、この近辺でここにもあるんですけど、端っこ真ん中この2箇所なんとなくつけて、ここでは3つ進むってやりつつ、他では2段だけ進むっていう感じで、たまにちょっとこうキュッてしながらっていうことですよね。でですよねとか言ってにしたんですよ。で前をあらかたやってきて、こうやって見た感じ大丈夫そうで、幅もねこの高さも結構気に入ったので、これで裏も同じようにやっていこうと思います。で前の感じお見せすると、ちょっと気になるというか、こうなるんだなと思ったのがね、ここのね飛ばしてるだけのとこって言えばいいのか、ここがねこういうとこはちょっとポコポコポコってこのベージュが出るのが、こうなりますかっていう感じになりました。私的にはまあ気に入ってる、変ではないかなと思うので、このまま行こうとは思ってますが、私のやり方をするとこうなるんだよってとこだけお見せしようと思って。こうやると分かりやすいですね。分かりづらいです。こういうとこは2個なんだけど、ここでちょっと間空いてるときは3つ進んでるところですね。こういう感じです。でこれぐらいやって、また最後の方かな、ここくっつけるところでお会いできればと思ってます。そろそろこのオレンジが、色が変わってきて、濃い赤が来てピンクゾーンに来そう。せっかくねグラデーションなので、いろんな色が出るといいなと思ったら出てよかったです。であとはこっちもね袖も決めて、そしたらもういよいよ終わるとこなんですが、袖のところは、片方やっちゃってみて、でどういう感じにしようかお伝えしようと思ってます。では行ってきます。後ろ部分、このハートの方ですね、方もやってきて、で今つなげるとこですね。こういう風になってて、でここの都合上これ最後ここで終わりたいんですよね。こっちにつなげたいので、このちなみにこの2個3個2個3個進むところに、普通のところ2個で、この付近は3個っていうのは結構適当にやりましたので、本当は全部均等にした方がいいんですけど、もしかしたらここは2個なのにこっちは3個になってるとかちょっとあるかも。ちゃんと数えていったら。ただ回数が一緒ですって言えばいいのかな。なんか2232なのか、例えばこっちは2232とかねなってるかもしれないんですが、3目進むところの回数はなんとなく一緒にしています。で次ここにねちょっと引き抜いて終わりにして、でこの前のと後ろのこの合体は引き抜きでいこうかな。でこの前のねミックスケーキのダイソーのミックスケーキで作ったチュニジアのセーターでもいろいろ悩んだ末、結局ここはスリップスティッチが一番綺麗っていう結論が出たんですが、こうやると表になるんだよなね。でもちょっとやってみようかな。なんかだいぶモサモサしてきてる。ちょっとやります。チェーンのところと内側に撮ってみてます。チェーンのところとこっちのね、今ねこれはバックじゃなくてフロント撮ってるのかな。でやったら鎖はバッチリ出ちゃうんだよな。でもこの鎖の出方がこのこのポコっていう感じと一緒だったらいいかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。これが嫌だったら後ろから後ろだよね、後ろの編み地の方がこうペコってへこんでバランスは取れるので、後ろにすべきなんだけどこっちから行きたいっていうね。はいちょっと考えます。これで保留にしといて、こういう感じですね。で次はこっちをやろうと思ってるんですが、同じ、こっちと同じ要領でいきたくって、ちょっとここもカーブしてるんでね、全部の均等に2323でいくとどうだろうか。もしかしたらちょっとたまに3詰めた方がバランスはいいかもしれないかなと思ってるので、それを片方で試してからお会いしたいなと思ってます。あとはねこのバランスね、これが入ると、色味が入って鮮やかになる分、
ちょっとなんかこうカジュアルめにはいきますよね。だここで終わることもありだとは思うんですよ。もしくはベージュをもう 1,2 段こっちの編み方でやるとかでもいいと思うんですけど、初志貫徹これを入れていきたいが、3目か2目かもうちょっと試してみてでお伝えしたいと思います。ここもどうするか後で考えます。ではちょっと行ってきます。袖部分やってみました。こういう感じに片方なりました。こっち3目にしてこっちはね2目でやってみました。このぐらいがいいかなと思って、でもう片方も2目でやっていこうと思うんですけど、で基本的には、進むのはこっちはね2目ずつ進みました。戻ってきて2目、戻ってきて2目にして、こことここだけちょっと3目進んでみて、あとここは緩いとこがちょっとあるんでね、この下もちょっとくぐって4目ぐらいを一気に持ってきました。でここから始めて最後こうやってつなごうと思ってます。なんですがちょっとね普通にこっちと同じ取り方をしたら、ここが思ったより目立った、ここしか言ってないよねこのねベージュ部分がちょっと思ったより目立っちゃったので、もう片側やるときは違う風に取っていこうかなと思ってます。で、今作ったのを後でやり直してね、これをねこうやって取ってたんですよね。戻ってきたらこう2個取って、2個っていうかもうなんならこの2個かなんですが、それだとちょっと難しかった、こうなっちゃったので、逆に全部残す感じにしようかなと思ってます。取るとこは1本で不安定になっちゃうのかな。不安定だなって感じたらその下のねここもがっつり取っちゃおうかなと思ってるんですけど、取れるかしら。それでもこういう感じにしたいっていうのも全部取るわけじゃないので、ここを取っても次のこの目とか飛ばすからここは見えちゃうんですよね。なので全部同じように見えた方がいいかなと思って一本残しをやってみようかなと思ってます。どうなるかな。で特にあれか、こっちはねこっちは普通の、こっちってなんやねんっていうね。毎回やってみます。で久しぶりにこれが2本出てて、どっちが本物でしょうかね。どっちかな、こっちっぽいな。こっちっぽかったです。で一番目立たないここでスタートしようと思います。でさっき言ってたのが取れちゃったよ。これが1目目がここなんですけど、でこっちもね丸い1目目がここで、これはこっち側の本体の部分の方の目なんですよ。でもこうやって拾っちゃうとここ開いちゃうので、強引にちょっと本体の方まで侵食してこういう感じになってる、これを全部拾って、1回で持ってっちゃおうかなと思ってます。でここが広いんでね、ここでいくか。でさっき言ったように1目残し、奥側は残していこうかな。伸びる。で1回2回2目にして立ち上がり分の1目は別にする。で、ここはね簡単なんで、どこ取った？1回2回取ったら、これは鎖のと今ねくっつけただけのところなのでギュッとしちゃうし、内側に入ってほしいし、で今ここからスタートしたので、こっち側のね外側残すって言ったんですけど、ここは本体のところで見えないので、割と深いところ、取れそうな深いところを取っていこうと思ってます。スリップスティッチでぐんぐん進んじゃいます。今2で次3で、このクリップ入ってるところはこっち側の、普通の、袖部分っていうのかな、袖部分の1目目なので、こっから、手前残す感じで奥、逆か、手前だけ取るにしてみます。で1、2とまたやったら、ここからねこうしたいんですよ。まあいいか、まだいいか。
間違えた何を言ってんねんってやったら、ここでちょっときつくするんでした。グッとしてこれですよね。ここにつなげなきゃいけなかった。で今4目進んだので1,2,3,4バックループオンリーのシングルクロシェを2回で、こっちは立ち上がりして、襟元と一緒同じようにこっちに行くときは立ち上がりも1個するし、この回転の方もちょっと不自由な方に回転します。こっちが前に来る感じで回転させちゃってます。そうするとね、この本体自体動かさなくて済むので、そんなにで2目なんであっという間にまた帰ってきて、よいしょ。そうしたら今ここまで入ったので、次、今度からは2目しか進まない。1回2回で2回進んだので立ち上がりなしで1に戻して、2目にバックループオンリー。これは立ち上がりなんで関係ないですね。で立ち上がってこっち向きで、また1回2回で、またすぐ戻ってきたので、今度ここか2目にスリップスティッチやって進んで、でまたバックループオンリーっていう感じでやろうと思ってます。そうすると私のさっきの考えでは1本ずつこれも出ちゃうんだ。とりあえずこれでやってみて自然な方を採用しようと思います。このベージュはちょっと気になるんですよね。これで一周やって、でここの部分だけ3目進んで、他2目2目2目でここに戻ってこようと思います。一周してきました。こういう感じで進んでって、ここが脇のとこなんですけど、脇は4目ぐらいぐっと進んでて、こっちも3目ぐらいぐっと進みました。ぐらいっていうか3目進みました。なのでこうやって見るとちょっとだけ内側入っちゃってますね。でもここが変にこうボワってなるよりはいいかなと思ってます。で他は2目ずつ進んで2目ずつ進んで、今根元に帰ってきました。でここの留め方が、結局襟のとこもまだ留めてないんですけど、閉じ針で留めようと思うので、ちょっと固めたら切っちゃおうと思います。で左右を比べたいんですよね、切る前にね。で編んでて気づいたんですけど、結局ねこの1本を残そうともここがねすごい気になってたんですよ。でもこれは出ちゃいますね、引き抜き編みで取ってるから。でこれはこっちも出てたんですよね。でなのにピンと合ってない。ここではあんま気にならなかったのに、ここではすごい気になっちゃって、なんでかなと思ったら、なんだろうねとか、こっちのね結論としては、こっちはねこの線を残したので、線を残した方がまだ気にならずにいけるっていう、やってることは一緒なんですけど、ここが目立って1本が目立って、こっちそんな目立たない気がしたので、こっちも同じやり方にしようと思います。これだとすごくこう白が出てる気がしちゃったんですよね。のでこっちやり直して、やり直し終わったらここを閉じ針で留めて、なんだっけ出てこない言葉が、糸始末をしたら完成になります。とりあえず片方をやり直していきますね。もう片側の袖部分もやってきました。でやり直したんですけど、なぜか結構余ったっていう不思議なことが起きました。この糸をねもう一回使ったんですけどね。で、こっちも同じく逆側と同じくこのつなぎは、閉じ針でやろうと思うので、これ使ってこうやって切っちゃおうかな。こうやって筋をなんとなく残す感じにしました。で閉じ針でここくっつけていこうと思います。ここですね。でね、ここはくっつけ方はどうしようかな。いっぱいあるように見せかけて、3目なので2目なので2目だけつければいいんですけど、ここかなんとなく1本残そうかな。こうしてもう単純に
つなげてでいこうと思います。見えるかな。でこの2本のこっちだけちょっと残してみたりね、深い意味はないんですけど、手前でいってみようかな。でこうやって閉じる。ちょっとウールなんでかなり毛羽立って見づらいんですけども、ギュッてやってる感じですね。塞いじゃってます。でこの立ち上がりの一面のとこもちょっとこうつなげちゃって、であとこれ後ろに持ってって、もう一回行こうかな。取れてほしくないのでもう一回行こうか。この今鳥が鳴いてるんですけど聞こえますかね。なんかピーチピーチ言うてる。ピーチピーチ言うのは何の鳥なんでしょうね。うちに結構カラスもよく鳴いてて、私カラス好きなんですけど、まあ一般的に好きじゃない人の方が多いですよね。でも好きなんですよね。賢くってフォルムもかっこいいし、でもなんか鳴き声はちょっとこう哀愁漂ってて可愛いですよね。なんかザ・日本だなっていう感じがして、こういう感じでこう行ったり帰ったりしつつで、閉じ針で、糸始末も済ませちゃおうと思います。片言ちなみにこっちはもう糸始末をしました。こういう感じになってます。でここもしちゃいました。どっちだったかな、こっちをねちょっと出てるかやって、で裏側でぐんぐんいってました。で他にも糸始末残ってるとこ何箇所かあるので、ここのハートのとこなんかすごいこのハートのとこなんかこうなっちゃってるので、これなんか使おうと思ったのかな、切って糸始末をしてっていう感じで完成になります。ではまず糸始末をやっていきます。糸始末をざっくり置いてきて、まだちょっと残ってるとこありますけど、サイズだけ最後に測って終わりにしたいと思います。いろいろ手とか出ると思います。見頃っていうか幅49センチぐらいの高さに対して幅がどうやって測る？バストのところが41センチぐらいで、ここちょっとね目数ね、ここはあんまり変えてないんですけど、ここ38センチ、やっぱこっちがきついですね。で着てみた感じもここがすごいフィットしたので、なんとか伸びないかなっていう感じです。下の方は39センチぐらい。あと何測ろうかな。裾部分が、5センチかな。で模様のところが前も測ってますけど8センチ。上のところのもし上から測るなら18センチぐらいがここで、こっちの模様だけとかも測ってみる？意味あるかしら。13、4センチぐらい。で今度横幅測ろうか。これはね着動画を載せてると思うんですが、結構、袖としては短めになったので、もうちょっと欲しいなっていう方はベージュでねもうちょっと編んでからこの裾部分やるといいかなって思いました。これどうやって測る？このなんとなくの測ってみましょうか。この肩周りなんとなく測ってみますけど、11、2センチぐらいで、襟元測ろうか。32センチぐらいかな。でこれももっとこう横に伸ばすと40センチぐらいあります。で私にしては珍しく結構、首がある程度詰まった感じになりました。でこれも、すごい気に入ったんですけど、反省点としてはやっぱりね、ここがきついからここもっとゆとりを持たせるべきだった。例えばその、体重のね毛がついてる増減って人にあると思うんですけど、これは伸びるからいいんですよ。でもこの腰回りって骨とかだからさ、こっからあんまり変わることってないじゃないですか。だから永遠にここきついままなのがちょっと反省点かな。なので着てるうちにちょっとずり上がっちゃうんですよね、このウエスト部分まで。もっとストンとした形にしたい場合はもっとここ余裕を持たせるっていうのが、次回の反省点だなって思いました。でここもやっぱここが硬いから、こことここがねちょっと上にありがち
でここで調整している感じです。逆にここで調整できるから、この筋編みは成功だったなと思います。もしまたこの形、これを採用して、今後も編んでいくと思うんですけど、そしたら上はいいとして、ここね、ここら辺でもっと増し目する。ここストンとしちゃったので、ここの増し目、というかもう一回り単純に目数を全部ブワって増やしてやってみてもいいかもしれないですね。でやってみたらどういう感じになるのかを試してみたいかも。これを S サイズだとすると M サイズ L サイズで、作ったらどういう感じになるのかもやってみると面白いかもって思っています。ここまでご視聴ありがとうございました。ちょっとうさぎちゃんを用意します。もうだいぶ春めいてきましたが、ようやく半袖のニットセーターが完成しました。今後ね、秋始めとかにガンガン着ていきたいと思ってます。5、6月でも梅雨の時とか寒い時はちょっと着てみたいなとも思ってます。またよかったらご覧になってください。遊びに来てください。ではまた。